サヒーフ・アルブハーリー、預言者が旅路で礼拝された場所の記録。第484番、ズールフレーファでの滞在。ナーフィューからの伝承です。アブドゥッター・ブン・ウマルは彼にこう伝えました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、オムラやハッジ、巡礼の際、ズールフレーファにある現在のモスクの場所にあったアカシアの木の下に立ち寄られました。また、遠征や巡礼の帰路でその道を通る際は、谷の底を通り、そこから出ると、東側の谷の縁にある砂地にラクダを休ませ、夜明けまでそこで休息、ターリースを取られました。そこは石造りのモスクや、モスクが立っている丘の上ではありませんでした。そこには水路があり、アブドゥッター・イブン・ウマルはその傍らで礼拝していました。そこはかつてアッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが礼拝された砂丘のある場所でしたが、後に洪水によって砂が運ばれ、その場所は埋まってしまいました。第485番、シャラフ・アルラウハーの小さなモスク。アブドゥッター・ブン・ウマルの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、シャラフ・アルラウハーにあるモスクの手前にある、小さなモスクの場所で礼拝されました。アブドゥッターはその場所を正確に知っており、礼拝のためにモスクに立つ際、あなたの右側にその場所がある。そのモスクはマッカに向かう道の右側にあり、大きなモスクからは石を投げれば届くほどの距離にあると語っていました。第486番、アルラウハーの出口の丘。イブン・ウマルは、アルラウハーの出口付近にある丘、イルクに向かって礼拝していました。その丘の端は一の縁にあり、マッカに向かう途中の出口の間にあるモスクの手前に位置しています。そこに後にモスクが建てられましたが、アブドゥッターはそのモスクの中では礼拝せず、それを左後ろにして、丘の本体に向かって礼拝しました。彼はアルラウハーを昼前に出発しても、その場所に着くまではズフル、正午の礼拝をせず、そこで礼拝を行いました。またマッカからの帰路で、夜明け前にそこを通過する際は、そこで休息し、夜明け、スブフの礼拝を捧げました。第487番、アルルワイサのアカシアの木。アブドゥッターの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、アルルワイサの手前、道の右側の平坦な場所にある大きなアカシアの木の下に立ち寄られました。そこはアルルワイサの郵便局、バリドーから2マイルほど手前にある丘を越えた場所です。その木は上部が折れて幹の中に曲がり込んでいましたが、根元はしっかりしており、その周囲には多くの砂丘がありました。第408オハコ、アルアルジュ付近の礼拝所。アブドゥッター・ブン・ウマルの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、アルアルジュの背後にある谷の端で礼拝されました。マッカへ向かう途中のその場所には2、3の墓があり、それらの墓の上には石が積まれていました。道の右側、サラマーアカシアの一種の木々の間にその場所があります。アブドゥッターは、太陽が傾いた昼下がりにあるアルジュを出発し、その場所にあるモスクでズフルの礼拝を捧げました。第489番、ハルシャーの手前の水路。アブドゥッター・ブン・ウマルの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれは、ハルシャーの手前、道の左側にある水路の側のサラマの木の下に立ち寄られました。その水路はハルシャーの山裾に接しており、道からは弓矢の1位、ガルーワほどの距離でした。アブドゥッターは、それらの木の中で最も道に近く、最も背の高い木に向かって礼拝していました。第490番、マッル・アッツァハラーンの水路。アブドゥッター・ブン・ウマルの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、マディーナ寄りにあるマッル・アッツァハラーンの麓の水路に立ち寄られました。アッサフラワートを越えて下った場所で、マッカに向かう道の左側の水路の底です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれの休息所と道の距離は、石を投げて届くほどの近さでした。第491番、ズィー・プアーでの宿泊。アブドゥッター・ブン・ウマルの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、ズィー・プアー、マッカの入り口に立ち寄り、そこで夜を明かして夜明けの礼拝を捧げてからマッカに入られました。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが礼拝された場所は、そこに建てられたモスクの中ではなく、それより低い位置にある、ゴツゴツした岩の丘の上でした。第492番、カーバの方向に向かう山あいの場所。アブドゥッターの伝承です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、カーバの方向にある、大きな山との間にある二つの山頂の間の谷間に向き合われました。後に建てられたモスクは、丘の端にある礼拝場所の左側に位置するようになっています。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの礼拝場所は、
それより低い位置にある黒い丘の上にありました。その丘から10アーム、約5メートルほど離れた場所で、カーバとの間にある山の2つの山頂に向き合って礼拝するのです。ハディースの小説。1、語句の解説。ズールフレイファに立ち寄られたアブドゥッター・ブン・ウマル、アッターが彼ら両人を喜ばれますようにもまた、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが立ち寄られた場所を正確に選んで、巡礼の際にそこに滞在しました。サムラ・アカシアの木の下、サムラとはトゲのある木のことです。イブン・ウマルはこの木を探し出し、その傍らで礼拝しました。それは預言者、彼にアッターの平安と祝福あれがそこで礼拝されたからです。そこで休息、ターリースを取られた、ターリースとは、旅人が夜の終わりに休息のために立ち寄ることです。イブン・ウマルも同じ時間に同じ場所で休息しました。赤間丘、周囲より小高い場所のことです。ハリージュ水路、深い谷のような通り道です。くすぶ砂丘砂が集まって盛り上がった場所、カシーブの複数形です。洪水が砂を運んだ、ダハー・アッサイル、洪水が土砂を押し流し、イブン・ウマルが礼拝していた場所を埋めてしまったことを意味します。2、法学的な議論、預言者の物理的な足跡をたどることについて。これらの伝承はすべて、イブン・ウマルが預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの個人的な行動や立ち寄り先をいかに厳格に模倣しようとしたかを示しています。これは彼の並外れた忠実さと愛による、イジュティハード、個人的見解努力です。正しい見解ラージ派。しかし、この問題における正しい結論は、イブン・ウマルの父であるウマルや他の主要なサハーバ、仲間の志士たちの見解にあります。彼らは、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが旅の途中で、偶然礼拝された場所を静止して礼拝することは推奨されないと考えていました。ウマル・アッターが彼を喜ばれますようにがこれを禁じたのは、偶像崇拝、シルクへの道筋を断つ、サット・アッツァリーやためです。彼は、あなた方以前の民、経典の民は、預言者たちの足跡を追い求めたために滅びた、と警告しました。3イブン・ウマルのその他のイジュティハード、個人的見解について。イブン・ウマルには、他のサハーバが同意しなかった独自の厳格な実践がいくつか知られています。髭のトリミング、彼は巡礼の際、握り拳より長い部分の髭を切り落としましたが、これは彼自身の解釈によるものでした。目の中に水を入れる、大乗、ぐするの際、目の中にまで水を入れたため、後に視力を損なう原因となりました。これも他のサハーバは行わなかった過度な実践とみなされます。埋葬時の読書埋葬の際にクルアーンの特定の箇所を唱えることを良しとしましたが、正しいスンナ、慣行によれば、埋葬時に行うべきは死者のための、ドゥアー、祈祷のみです。4、結論と学問的ルール。イブン・ウマルがこれらの事柄において、最適解に達しなかったとしても、彼の真摯な努力、イジュティハードに対しては報奨、アジュルがあります。しかし、知識を求める者は、高位のサハーバや正統カリフ、アブーバクルやウマルらの見解に反する場合、彼に習うべきではありません。重要な原則。サハーバの一人の言葉は、他のサハーバによる反対がない限り証拠、フッジャとなります。しかし、サハーバの間で意見が分かれた場合は、より根拠の強い側、正統カリフの意見やシャリーアの基本原則に従います。現在、ハディースに記された場所のほとんどは特定不可能であり、唯一、ズールフレーファ、ミーカーツ、巡礼の開始地点だけが知られています。